よし、最終回やっていきましょう。レベル上げてきました。35ですね。とりあえず準備したいと思いますんで、ちょっとお待ちくださいね。準備します。もうです。もうです。ゲーム実況始まるよ。今回は9エンド初見実況ラスボスリベンジから天地創造 SFC SNES RETRO レトロゲームになります。モフおじです。昼寝しようと寝室に行くと大抵モフさんが私の定位置を占領しております。スリスリしだすとどいてくれるんですけどね、泣き。さあ始めたいと思います。もうフジ本日もよろしくお願いします。天地創造スーファミですね。やっていきます。ですね。前回ラスボスですね、やられたんですけど、レベルを35まで上げました。前回30だったかなネオトキオの下水道ですね。の敵は、1体90回、100から90ぐらいですね。経験くれたんで、サクサクレベル上がったって感じですね。ただ35から36にかけて、結構やばいことになってたんで、一旦ここまでにしときました。10万超えになってましたね。一旦ここまでにしときました。っていう感じです。で、はいはい。じゃあ、早速、ボス戦まで来てる状態なんで、早速やりたいと思います。これは装備しといた方がいいですよね。はい。じゃあ行きましょう。ネオトキオでやってたんでね、金がね、3万5千ぐらいいってましたけど、金はね、がっつり溜まりましたね。あれっすね。最初研究棟でやろうと思ったんですけど、研究棟のあれっすね、UFO キャッチャーのところが通れなくて、来ないんでね。UFO キャッチャーのところ来なくて、もう敵に遭遇すらできなかったっていう感じです。で結局、ネオトキオに移動したっていう感じですね。そこからやっとあっという間にレベル上がったんで、なかなか、ですね、終盤のレベル調整しやすく作られてますね。この辺はよくできててよかったですね。食らってるダメージもやっぱだいぶ減ってますね。レベルやっぱかなり重要っすね。さすがクインテッドっていう感じっすよね。さすがイースのクインテッドっすよ。レベル上げは重要でした、今回は。かなり。よいしょ。いや、もう殴らせてよ。殴らせて。いや、殴らせてくんねえんだよ。うい。くそ。うい。戻りやがった。いや、もうだるさマックス。よし。なんで点滅してんだよ、もう。点滅せんだよな。点滅しよう、どうにかしてくれ。来た。いや、ダメだ。あの位置だから、狙えばよかったもんな。いや、もう狙い時なんですけどね、ああいうとことか。いや、くそ、腹立つな、こいつ。よしった。オッケー。よしよし。すげえダメージ通ってますね、今。いや、そうっすよね。やっぱレベルがかなり重要になってますよね。下水道の敵とか1000超えてましたからね、クリティカルで。これこいつの第2形態いつダメージ通るかによってだいぶ変わってきますよね、やっぱり。こんだけレベル高がってるんでもいけると思うんですけど、さすがに。
12、いいね。あれなんだ、すげえ食らったもんね。40とか。いいよ !60 取った、60! オッケー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 。全然通るじゃん。ああ、もうこれだよ。これですよ。こうであるべきっすね。こうであるべきっす。いや、そうですよね。買い替えて持たねえもんな。あの1とかじゃ。いや、これさすがに勝てるぞ。だからまあ、要するにアクション苦手な人は35までとりあえず上げればなんとかなるかな。それ以上上げたらもっとさらに余裕になる可能性は高いですね。こんな食らってないんで。よし。一回まだ買い替えても使ってないですね。もうこれずっとガードしっぱなしでも多分大丈夫だと思うんです。こんだけ食らわないんだけど。よし。まともに食らっていくつ食らうかちょっとわかんないですけどね。試してないんで。よいしょ。くそっすかね。余計んじゃねえよ、俺。よいしょ。やっぱこんだけやっててもやっぱり人目そこそこありますね、やっぱり。いや、今日中にやっといてよかったっすね。明日になったら多分また下手になってると思うんで。レベラーがすんなりいったってのがやっとよかったっす。やべ、なんか凍った。回復するかちょっと無難にね。怖いんで。いや、ヒットポイントもね、1上がるために40とか上がっててすごかったっすね。もうおかげさまで500超えてますもんね。よいしょ。まあ多分、あれですね。30分くらいで終わっちゃうと思うんですけどね。あ、いったわ。オッケー。行きましたね。オッケーです。いや前回のやばい状態で倒したらもうかなりファインプレイだったんですけどね。さすがに無理でしたね。ダーガイアを倒した。アークの頭の中に語りかけてくる声があった。ガイアってのがいいですね、ラスボス。それは永遠の墓で聞いた声と同じだった。ついに行った前作にかけてますよね。ダークガイアの力を封じられた。誰だお前一体誰なんだ、僕は光の使者。言い方を変えれば君のオリジナルだよ。ダークガイア、地球を自分のものにするため君を作った。かつて自分が封じられた時の記憶をたどり、僕の姿をコピーして君の形を作ったんだ。いや、君だけじゃない、クリスタルホームの村もそうだ。地上を旅してた時、ウリスタツの村を見ただろう。そうだね。世界は光と闇のバランスで動いている。いつしか君はそのことに気についたんだ。そして今闇の力が眠りについた。僕らの役目は終わったんだ。さあお互い自分の世界へ戻ることにしようか。ああ、ここに帰ってくるんだ。これが俺のふるさとの姿か。立派な家があっても、一緒に生活する仲間がいなきゃ何の意味もない。そうだね、いないね。考えてみれば、地表のエルも自分の村をなくしたんだったな。仲間の村人を失い、両親を殺されて、これちょっと待って、これ地裏の方か、今いるの。見た目的には地表ですけど、この泡みたいなのがありますもんね。仲間の村人を失い、両親を殺されて、それが元で口が聞けなくなったとか言ってたな。今、エルの気持ちが痛いほどわかるような気がする。帰る場
所がないっていうのはこんなに虚しくて寂しいものだなんてよ。お、来たの。表の読みか。どうした？随分しょげ返ってんな。ああ。俺一体何のために戦ってきたのかと思ってさ。俺は長老に世界を復活させろって命じられて地上旅だった。これまあ、ロイドとかが生きてたら、まあ、旅した理由は、まあ、そこそこあると思いますね。仲間が多分結構いましたからね、最後。俺は長老に世界を復活させろって命じられて地上へと旅だった。確かに世界へ蘇った。文明は発展していったよ。でもそれは全部長老のダークガイアの目論見だったわけだろう。俺がこの星を不幸にしたんじゃないかってどうしても考えちまうんだ。アークって案外責任感が強いんだな。でもよ、アークは天地創造っていう使命を全うしたんだ。来たね、これタイトルを回収してますね。使命を全うしたんだぜ。人間でいうところの神ってやつだな。世界があって生き物がいれば、悪い出来事は必ず起こる。でも悪いことの裏側には同じ数だけいいこともあるもんさ。それらアーク、お前と一緒に旅ができて楽しかったぜ。ヨミ、お前いいやつだな。なんだ、今頃分かったのか。なあ、ヨミ、一つ聞いていいかな。まあ、終盤だけですけどね。表が。お前はこれまで俺のためにずっと付き合ってくれた。最後の戦いの時でも近くで手伝ってくれた。あ、ちょっと待って。こっちがあれか、一緒に旅してきた読みなんだ。近くで手助けしてくれたよな。これまで何にも聞かなかったけど、お前一体何者なんだ。なんだ、そんなことか。アークはこれまで数えきれないほどの生き物たちを出会ってきた。まあ確かに千浦側の読みはかなり性格悪そうでしたもんね。羽を持った鳥や4本足の動物、尾ひれで泳ぐ人魚もいたっけな。生き物の元は一つ。みんな進化を繰り返して今の形になったわけだ。つまり決まった形がなかった頃は俺のこの姿だったのさ。あ、そうなんだ。なるほどね。はい。人間ってやつは道具を使うために2本足で第一に立った。でも文明が発展してからというもの何でも機械に頼るようになってきている。まあそうですね。もともと、そうですね。二足歩行じゃなかったっすもんね。そのうち人間は退化してこの姿になってしまうからね。はは、簡単に言う読みは未来人ってことなのかな。じゃあな、アーク。俺そろそろ行かなくちゃ。おっと、これ別れなんですかね、読みは。おい、読み、どこ行くつもりなんだよ。また眠りにつくのさ。アークみたいな悩める子羊が出てきたら俺はまたこのように姿を現す。あそこに隠れるのか、また。じゃあな、あばよ、兄弟。なんかキューブみたいなのに入ってたんですよね。箱に。パンデラの箱に。私の声が聞こえますか？私はライトガイア。地球の表の心です。ライトガイア。なるほどね。ライトガイアも存在するのか。表の心です。ダークガイアを封じた今、クリスタルホルム。地裏全自体がその姿を消しつつあります。これから地上の世界はゆっくりと本来の姿に戻っていくことでしょう。あなたは地球の危機が訪れた時、世界に姿を現す理由。そこにはライトガイアとダークガイア、両方の血が流れています。そして今あなたの役目は終わりました。もうじきその体も消えゆくことでしょう。今日一日だけ平和な頃のクリスタルホームで最後の時を楽しんでいらっしゃい。あ、今日一日だけって過ごすんだ、ここ。チーユラのエールですね。アークって。どうしちゃったの？ぼーっとしちゃって。ああ、ちょっと考え事したんだ。アーク、こうして何にもしないでのんびりできるっていうことは幸せっていう意味なので、ね。いや、でも、今日一日だけっすよね。なるほどね。会話変わんのか。ざっとしましょうか、じゃあ。もう配信、あっという間に、そうですね。いや、あっという間に終わっちゃうんで、今回は。姿を表さないってことは、
表にも存在しなかったってことですかね。いやでも、全員コピー人間ですよね、多分。5人の。占い師もやってるか。村長の家一番最後にすればいいですかね。新しい世界が始まる。まあ、本来の世界ってことですよね。今うちらが住んでる。今うちらが住んでる本当の世界が、になるってことですね。まあ、今の地表の状態でも一緒なんだと思いますけどね。まあ、あっちは敵がいますからね。まあ、このチーラのヒールドはどうなるのかなっていうのはちょっと気になるところで、ありますね。これ結局何だったんでしょうね。よくわかんなかったっすね、これ。動いた。これ何だったんだよ、マジで。天才が作ったっていうのは、もう言いたかったってだけですかね。天才の一人がですか。さすがにもう売ってくんないっすね。あれ、プライムブルヤがいなくなってる。いねえわ。おっさんになってるし。じゃあ、あのおっさんどっからやってきたんだよ。問題は村長ですね。村長がどんな感じなのかっていう感じの、ここに関して。長老か。まあね。まあね。わあ、この村にいないよって言ってます。まあ、そりゃそうですよね。ダークガイアだったってことですもんね。この部屋から全てが始まったんだっけ。長老は俺を地上を送り出すとき全てを計画してたんだろうか。文明とベルーガを蘇らせ、地球を闇の心に染まった星にする。本来ならベルーガが復活した時点で俺は機械っていうのは魔物に葬られてるはずだった。でも俺は知らなかった。クマリと世界中の生き物たちに手助けられて蘇ったんだ。そしてもう一人の自分と出会って本当の使命に気づいたんだよ。そうだね。そうだ、生きてたんですもんね。なんだかんだね。クマリに助けられて。ここはいけないか、さすがに。自分の部屋は、特になんもなしですかね。あ、寝れんのか。でも寝たらこれ終わっちゃうぞ。これ終わりなんですかね。あ、終わりだ。来ちゃったな。アーク、聞こえる？いやー、セーブしときゃよかったな。大事な話があってきたな。私、ストークホルムの村で赤ちゃんの姿をしたあなたを殺そうとしたよね。クリスタルホルムでは長老様の命令は絶対だったから。でも成長したあなたを見て分かったの。自分は自分。大事なのは自然に生きていくことだって。クリスタルホルムはもうじきなくなっちゃう。でも私たちが運命の糸で結ばれているなら、時を超えてどっかできっと出会うはず。ああ、表の L ってことですね。その時までちょっとの間さよなら。オリジナルに戻るっていう流れですかね。
アークは深い眠りに落ちていった。そしてアークは最後の夢を見た。それは鳥になって一回り成長した世界を眺める夢だった。鳥になった。夢ですね。おっと、エンドロールだ。来ましたね。お疲れ様でした。いやー、楽しかったっすね。めちゃくちゃ楽しかった。いやー、最終作にしてここまでの力作だとは思いませんでしたね。本当に。いやー、なんとでソウルブレイダーが一番好きだなと思ったんですけど、テニスはかなり、いやー、こう好きな分に入りますね。ガイア元素機も面白かったんですけどね。ガイア元素機はそこまでボリュームなかった気がするもんな。まあそう考えるとやっぱすごかったですね。ダンジョンの数がもう圧倒的に多かった気がするんだ、今回。しかも一個一個長いんですよね。よく作られてるなと思いますよ。スーファミにしてこんだけの力作でしたね。いやー、いい作品でしたね。だからもうこれ系の感じをね、クイッテッドさんは続けてほしかったっすね。まあ別にそうなんで今までのその神のテーマにしたとかそういうのじゃなくてもいいんで、全く違った感じ、にするとまた難しくはなりますけどね。まあ、そうですね。プレステになるとまた、そのグラフィックとか変わってくるから、まあ大変なんでしょうね、やっぱりね。ドラクエ7とかも相当苦戦したんだと思うんですよね。相当待たされましたもんね、ドラクエ7に関しては。もうその代わり100時間超える力作でしたけどね、あっちも。まあ、で、とりあえずクイッテス作品はまあこれにして完結したいと思います。まあそれに違う別のなんか作品で面白そうなのがあったらまあちょっとまた触れようかなとは思いますけどね。クイッテスが関連してるやつに関してはね。ちょっといろんなの多分作ってると思うんで、まあ面白いのあるかもしれないですね。ちょっとその辺調べて、はい。あったら、まあできたらいいなっていう感じですね。まあ、ユニックス、まあ、スーアミ時代とか、まあ、ファミコン時代のユニックスの作品に関してはまだ、ですね、まだいろいろやっていきます。終わってねえのは、多分、ワンダープロジェクト J とか、あとあれですね、あれですね、魔法陣グルグルとか、まあ、その辺もあるんでね、その辺も楽しみにしたいと思います。まあ、次に関してはまたね、プレステとかそっち系にもまた戻ると思うんで、またしばらく経ったら、はい、やりたいと思いますんで、まあ、見る方はよろしくお願いします。いやー、名残惜しかったな。いや、楽しかったな。ほんと楽しかったな、天使創造。いやー、年発展とかも良かったっすね。年発展で最終的に年にしたってのは面白かったっすね。ちょっとした、まあ、サブイベントみたいなのもありつつ、あと世界を冒険するっていうのがやっぱ楽しい、やっぱいいですよね。世界を冒険するってのは実在する世界でしたからね。これは、どうするんですかね。都会ですかね。今の都会。ネオトキを見て、東京ですかね。東京を表してるのかな、これは。時代がさらに発展したっていう感じですかね。発達したっていうか。まあこの時代どう生きるかってことですよね。まあ第二のベルーガみたいなのが現れる可能性もなきしもあらずですからね。
時代が発展してるとね、文化が発展してると、まあ、第二のベルガみたいなのが現れる可能性があるんで、しっかり気をつけて生きていってくださいっていうことですね。あれ斉藤洋介さんってあの人っすよね。ブラケ10の人っすよね。ニーヤの人っすよね。その絡んでんだ。なるほどね。まあ、エニックスっすもんね。クイーンテッドプロデューサーは橋本さんですね。これで G エンドって出て終わるのかな？うん。お、続くんだ。これ表の方ですね。おっと、何の音だこれ。はーいっつってます。誰かしらこんな表の絵ですね。もう夜中の12時近いのね。もしかしてこれ、アークが来たかね。どなたですか？これアークの可能性高いですね。うわぁ、ここで終わるんだ。エンド。まあまあ、アークでしょうね、ちっちゃく。そもそも誰も住んでないっすもんな、あそこは。お疲れ様でした。まあ、はい。じゃあ、締めたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価、拡散をよろしくお願いします。それでは次のゲームでお会いしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。